失礼。私の名前はユナよ。右のものは、リサなんだぜ。左のものは、はずき。この動画では、最近チャンネルの中の人が公開した、ボンドクラフトについての解説、遊び方、紹介をしていくわ。まずはじめにショートで自作モッドの紹介の頻度が高いリサに、ボンドクラフトの説明をしてもらいましょ。わかったんだぜ。このモッドは、中の人が考えた自作モブを追加するモッドなんだぜ。それってどこにでもあるモブ追加系モッドと同じじゃない？甘いんだぜ、はずき。ボンドクラフトのモブはな、ただ倒して終わりの存在じゃないんだぜ。戦って、契約して、仲間になるんだぜ。そして今からそれを、実際に、確認したりしながら覚えてもらいたいんだぜ。ワクワク、ドキドキ、むしゃむしゃ。人が話してる時にパンを食うな。ちょっと割り込ませてもらうわ。ちなみに話したいことがあって、これから出てくる映像内に別のモッドが出てくる可能性があるんだけど、しっかりとライセンスを確認、もしくは許可をいただいている上で適切に扱っているわ。そこのところはしっかりと遵守しているし、これからも使わせていただけることを感謝して、使用させていただいているわ。実際のマインクラフトの画面を使ってここからは説明させてもらうんだぜ。追加されるモブは今のところ、合計で6体。契約アイテムが3つ。進化用アイテムが3つ。クラフトアイテムが4つ。以上がこのモッドに含まれてるものなんだぜ。まずはモブと契約アイテムについてなんだが、モブたちは平原にしか湧かないようになってるんだぜ。なんで平原しか湧かないの？いろんなとこで湧いた方が面白いじゃん。中の人曰く、平原を一生つまり最初の舞台に選んだってこと。これからたくさんのモブを作るってなると、バイオームごとに区切ればバイオームごと特有のモブが作れるし、空きが少なくなるのは確かなんだぜ。そこら辺は他の制作者さんたちと同じではあるのかしらね。要するに、中の人はバイオームをショーとして区切りたいってことよね。中の人がとあるゲームに影響されてるってことは確かなんだぜ。モブの次に契約アイテム。契約アイテムは手に持ってモブを右クリック。そうすると仲間にすることができるんだぜ。これが、仲間って、ことでも契約アイテムってどうやって手に入れるの？それはだな。至ってシンプル、モブをひたすら倒す。つまり昔ながらの周回ってやつだな。つまり痛めつけて仲間にしてるってこと？見ようによっちゃそうなるな。人の心とかないんか？次に待機状態の説明に入るんだが、しゃがみながら右クリックすると待機状態をオン・オフに切り替えられるんだぜ。これは便利ね。でも、言いたいことはわかってるんだぜ。撮影してる最中にバグを発見しちまったんだぜ。テスト版だからこういうこともあるよな。次回アップデで中の人に直させるんだぜ。次にパッシブスキルについて話すんだぜ。パッシブ？スキル？そう、パッシブスキル。現段階では、モブを仲間にした時に移動速度上昇をプレイヤーに付与したり、プレイヤーにアーマーを付与したり、メリットになるものをモブたちは所有しているんだぜ。でもそれだとバランス崩壊しかねないんじゃない？テスト版だからいるいらないの迷いは少なからずあると思うんだぜ。遊んでくれる人たちからの意見にもよる部分はあるんだぜ。次はレベルシステムについてなんだぜ。仲間にしたモブは敵を倒すと経験値を1獲得することができるんだぜ。ちなみにどんなモブを倒しても獲得するんだぜ。牛でも？そうだ。ユナでも？そうだ。なんで私もなのよ。ちなみになんだけど上限は？もちろんあるんだぜ。上限は10レベルまでなんだぜ。でもすぐに上限に到達しちゃうんじゃ。そこに関してなんだけど最初は経験値は15そこから5ずつ増えてく計算なんだぜ。正直、後半に行くほどきつくなるのは確かなんだぜ。そこはまだテスト版だからアップデで変更するかもしれないんだぜ。次に進化アイテムなんだが、やっぱり進化に関してはお楽しみということで今回のテスト版の動画では出さないんだぜ。リサの言いたいことがなんとなしかわかる気がするわ。とっておきのモブすぎて出しにくいんじゃないの？かなり大当たりなんだぜ。今言えるのは、進化用アイテムは進化先のモブを倒さないと、手に入れることができないんだぜ。あと進化させるには進化前のモブのレベルが10に到達してる必要があるから、かなりの根気がいるから頑張ってほしいんだぜ。そして最後に追加されるクラフトアイテムの説明をしていくんだぜ。今は何を作ってるの？今作っているのは、ストレージカプセル、なんだぜ。材料は、鉄インゴット4つ、レッドストーンダスト2つ、ガラス2つ、最後にエンダーパールなんだぜ。これを飼いならしたモブに対して右クリックすると、目の前にいたモブが消えたわ。そして地面に向かって右クリックすると、こんな感じでモブの持ち運びを可能にするのが、このストレージカプセルの役目なんだ。はいはい。そこのはずき、何か言いたいことでもあるのかね？ある、モブの収納時にカプセルの見た目が変わってます。
それは制作者の遊び心の一つ。見た目が一色だとつまらないし何よりも入っているっていうのが大事なんだぜ。二つ目は、モブステータススキャナーを作成するんだぜ。材料は、石、レッドストーンダスト2つ、ネザークォーツ、鉄インゴット4つ、ガラス2つなんだぜ。ネザークォーツってあのネザーにあるものよね？だいたい進行度的にも、そのぐらいがちょうどいいぐらいだと思って設定してるんだぜ。あまりにも必要具合と入手難易度が釣り合ってない場合変更になる可能性もあるんだぜ。そしてこのアイテムの使い方と使用用途なんだが、まずはモブに対して右クリック。左のチャット欄に数字が並んでるよ。これはそう、このアイテムは、対象のモブのステータスを見ることができるアイテムなんだぜ。ちょっとリサ、あんた大丈夫？頭が爆発するかと思ったんだぜ。見れるステータスなんだが、今現状は、現在レベル、現在経験値とレベルアップに必要な経験値、現在体力と最大体力、攻撃力と防御力なんだぜ。でも他のと一緒とかはなしなんだぜ。このモッドは中の人の時間と涙と愛の結晶なんだぜ。お次は、回復スプレーを作っていくんだぜ。食べ物。これは葉月のじゃないんだぜ。小麦、リンゴ2つに空のガラス瓶が2つ、そして糸ね。このアイテムは単純明快、傷ついているモブを回復するためのスプレーなんだぜ。回復した。ちなみに連打して使えないから、いざここで、非戦闘時に使うことをお勧めするんだぜ。そして最後に作成するのは、飼い主変更アイテム、なんだぜ。飼い主変更？材料は、鉄インゴット4つ、腐った肉、骨、エンダーパール、火薬、糸。なんかいっぱいで覚えられないよ。バニラの夜に湧くモブたちのアイテムの寄せ集めってことね。そう、その通りなんだぜ。このアイテムの使用用途なんだが、モブを右クリックすると飼い主を自分に変更するアイテムなんだぜ。一人プレイで使うことはまずないんだぜ。一応このモッドマルチでも遊べるようにしてるとのことなんだが、飼いならした時に近くの友人がいる場合にそっちになることがあるって言いたいわけね。めったにないとは思うんだがマルチプレイで、そうなった場合はこのアイテムを使ってほしいんだぜ。レベルとか経験値とかってどうなるの？ステータスに関しては最初から、つまりゼロの状態に戻るからよく考えてから使用してほしいんだぜ。これで一通り、このモッドについての事前知識は終わったんだぜ。これからこのモッドはどうなっていくの？このモッドの終着点は、つまりゴールは、何もない。そう、このモッドには終わりがないんだぜ。終わりがないのが終わり。つまり無限の可能性を秘めてるモッドって解釈にも捉えられるんだぜ。基本的にこれから追加されるモブたちは仲間にできるとだけ言っておくんだぜ。でも例外もあるんでしょ？あるにはある、例外中の例外だけどな今は言えないんだぜ。ボンドクラフトは、強さを集めるモッドじゃないわ。この世界にいる存在と、どう向き合うかを楽しむモッドなんだぜ。会う人には、多分長く遊べると思う。もし気になった方は、カースフォージで、ダウンロードしてみてね。